皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファースト&ライトヘッドクォーターズ店長の團蔵です。こんにちは。今回新しくスタジオを作っていました。私が語る團蔵チャンネルのスタジオです。ということで、少し改まったちょっとスーツを着て皆様の前に今回は出ていました。このプラットフォームを私に与えていただき、そして明らかに応援していただいている YouTube スタッフの皆さん、誠にありがとうございます。團蔵チャンネルにたどり着いたご視聴者様、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 FLHQ のスタッフ、そして私が皆様に紹介する日本あるいは世界のアウトドアブランドの作り手の皆さんにもありがとうございます。この團蔵チャンネルは今10カ国ほどの翻訳をつけて世界に対して発信をしています。で、商品の紹介はショップフロアで、スタジオでお話しすることはアウトドアに関するさまざまなお話、それは私が今まで体験してきた不思議なこと、山にまつわる話などをね、皆様に楽しんでいただけたらなということを考えています。私の後ろにある掛け軸は、私塩川と言いましてね、塩川家が代々使っている家紋と裏家紋。表家紋は八つ切りボタン、バラ、裏家紋は十字架でございます。バラ十字の侍ですよ。なかなか都市伝説にふさわしいエンブレムですね。この團蔵チャンネルで語られる話は長い長い話になっていくと思います。私に降りてくる意識は無限大ですから、はい、私自身が都市伝説では、山の話をいたしましょう。日本にはさまざまな神様がいるという考え方が古くからあります。ただ、この神という概念は世界でいう神ではありません。むしろ日本語では精霊、スピリット、あるいはソウル、あるいはコンシャスネス、意識ですね。この私たちの脳で思考する思考と意識はまた違いますからね。この意識というのは宇宙あまねく共通するものです。この意識そのものが神として体感スッと入ってくるものの本質ではないでしょうか。この地球そのものが意識を持っていると考えてください。私たちは意識でつながっているんですね。面白いでしょう。簡単に考えてください。シンプルに考えるんです。私たちは同じような感情で動物たち、犬や猫、あるいはラクダ、鳥、植物、さまざまなものと同じように共感できる、そういったことを皆さんも体験しているじゃないですか。では本題に
入りたいと思います。日本古来には山には神が宿る。その神を佐と言います。佐神ですね。佐の神は春になると山から川となり里に降りてくる。そしてこの神、自然の意識ですね、スピリットで、山のスピリットは里に降りてきて、で神の意識は岩や木などに宿ると考えられています。佐の神は春に里に降りてきて木に宿ります。さあここで問題です。佐の神が宿る木は何という木でしょうか。スピリットが鎮座するものは蔵と言います。佐の神が宿る蔵、考えてください。そう、桜でございます。この桜は川の水が里に降りて田んぼに水が張られ、その土手に昔の人は神様が宿っていただけるように桜の木を植えたのですね。桜の花が咲く時が田植えの開始の合図なんです。高いところは4月後半から5月に田植えがされるであろう。4月3月に田植えの時期がある。桜の花が咲くことを合図として田植えが始まるんです。米がたくさん実るようお祝いの神事を行います。それは若い女性、乙女が田植えをするんですね。きれいに着飾って赤いたすきをして、傘の上には花の形を色紙でかたどって桜の精になって田植えをするんですよ。その乙女を何と言いますか。考えてください。そう、早乙女です。早乙女が田植えをする。その時に田楽ですね、男衆は笛や太鼓を叩いてお囃子をとってにぎやかに桜の下で宴会をするんです。お花見という日本古来の行事は田植えの神事から来ているんですね。山の神、佐の神が降臨して田植えが始まり、やがて夏が過ぎ秋になって稲穂が実り、米がたくさん取れるんですね。その米からある飲み物が作られます。それはその神事をした早乙女がはみ酒と言いましてね、口で蒸した米をはんで壺の中に入れる、原始的な飲み物の作り方。その飲み物のことは何というか、それが酒です。佐の木ですね。はい、10月あるいは11月に米ができ、その米を持って酒を作る。
3ヶ月ほど、ちょうど旧暦の正月、2月でしょうかな、今で言うとに正月のお祝いをするんです。旧正月でございます。その時に初めて村人みんなが神社の前に集まって、どぶろくですよ、ね、昔の酒は火入れをしないので、発酵してできた途端に今度はお酢になってきますから、もうその場でみんな飲んじゃうね。酒を飲んで、茶の木を飲んで酔っ払ってお祝いをする、収穫のお祝いです、ね、その時にみんな踊り歌い合いの手を言います。さあのよいよい、タタンタタンタタツタタンタタンタラタタタンタタンタタ、さあのよいよいと、さのよいよいなんてね、合いの手で、そして旧正月、この一年無事に過ごすことができましたと自然に感謝して、日本人はそれから3月あるいは4月の桜が咲く頃までに俵を作ったり、あぜ城を整えたり耕したり、また山からの水を引き、桜が咲く頃に合わせて、これが稲作を中心とした古代より続く日本人の暮らし方だったんですね。山と私たち日本人との関わり方、これも一つ山にまつわるお話なんではないでしょうか。そして私たちは何で山に登るんだろう。それは宇宙あるいはこの地球の意識と交換できる、交われる、スッと体に入ってくる。それは自分の思考ではなくて自然、不思議な気持ちになりますね。人が争うとか、そのような小さいこと、布団じゃこの2022年から物質文明から精神の文明へと移行する時代となりました。今私が団蔵チャンネルで皆様にお話をすることも、これは私が考えてというよりも降りてくる意識をお伝えしたいなという思いからこの放送はお送りしてますし、私が今までに体験したさまざまな不思議なこと、世界と日本とのつながり、それが今私たちにつながっているんだと、そういうお話をお伝えしたいなと思っております。それが冒頭で言ったこの私自身が都市伝説なんですね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、そしてこれを広めてください。 YouTube、 あなたのチューブなんですからね。それはご視聴者様に託したいと私は思っております。ありがとうございます。 One love, One love, One heart, let's get endless, free or light. One love.